ライトにこうバッとこう照らされると思うんですけど、体験してみたいっていう思いはあって、マジでやめてほしいんだけど、夢の延長線とかの可能性もあるし。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。今日のゲストの自己紹介から始めたいと思います。シネマセクションに所属しております大西栄作と言います。シネマには属しているんですけども、アニメーションやったりだとかいろんな映像を作ったり、会社のホームページのテキストのアニメーションを僕は作りました。ゲームデザイナーの花澤です。プレイヤー周りであるとか、エレミー周りを担当させてもらってます。今回は皆さんの興味があることっていうのをちょっと話聞きたいなと思っていて、早速なんですけど、大西さん最近興味持っていることとかってあったりしますか？そうですね、最近今、流行ってるとは思うんですけど、YouTube とかではホラー系でとか都市伝説系が流行ってるので、ホラー系の YouTube 見たりとかしてて、神谷さんも、といえばバイオハザードっていうところもあったりとかもするので、はい、僕でもホラー大嫌いです自分の実体験の話をしたいなっていうので。そのホラー系の動画っていうのは何？その本当にあった怖い話系ってこと？そうです。実際この芸人さんがあった実体験を話すみたいなチャンネルがあって、稲川淳二みたいなこと？そうですね。それに近しいものですね。一つ二つは実際経験したことがあったんで、ちょっとそれを皆さんに聞いてもらおうかな。これ今から聞くのって何系とかってまず聞かない方がいいですか？例えば一コア系だったり心霊系だったり、それは聞かない方が面白い。わかりました。面白い。なるほど。はい、じゃあちょっと俺聞きたくねえ。この業界に入りたくて、専門学校に行ってたんですけど、自分で働いて学費を稼いでたりとかしてたので、ビルメンテナンスの仕事、ちょっと夜勤がありまして、市の施設、生駒市の施設があるんですけど、これ黙って聞いてた方がいいんだよね途中でちゃっちゃ入れるとダメだよね。別にいいんじゃないですか。でも一旦聞きたい。僕一旦聞きたい。行きましょうか。そこに、深夜12時からスタートみたいな感じで、僕は大阪に住んでるので、車で僕ともう一人従業員の子と、でそこに行くには清滝峠っていう峠があって、知り合いが車走るところで有名な峠があるんですけど、登っていった先に生駒山地があって、その上に施設があるんですけど、で朝4時ぐらいに終わりまして、で、帰ろうかっていう感じになって、で帰りもまた同じ道ですね。時間も時間なんで車とすれ違うことはほとんどなかったんですけど、たまたま峠を下ってる時に対向車が来て、このライトにバッと照らされると思うんですけど、そしたら車のフロントガラスにもうちっちゃい子供の手がバーってついてて、うわーってなって、とはいえ車止めれないので何だったんだろうみたいな話をしながら事務所に帰って、見てみると、何も実際は手形も何もなくて、あれと思って、それなら何だったんだろう。車の周りを見てたら、後ろのガラスに赤ちゃんの手形が2個だけついてたんですよ。これ何だと思ってこれちょっと触ってみたら全然取れなくて、あれもしかしてと思って車の中入って内側から吹いたら取れたので、内側に手形がついてた。つくまがいいリアクションをしてくれてますよねで、その清滝峠って、走り屋で有名なんです。結構事故があって走ってると花束が素材されてたりとかよくあったりとかするので、もしかしたらそこで亡くなられた子供
がついてたのかなっていう話です。なんかもう第1回目からなんかもう趣旨が変わってきてるめっちゃちゃんとした話。ちゃんとしたっていうか、そんな話こんなムードになるチャンネルだっけこれって。亀さん心霊系苦手。俺は苦手だし、基本的に信じないようにしてるし、そんな話聞いて俺結局家帰ったら今日一人だしやめてほしいんだけど。なんかあれですか、そのなんかご自身の体験とかじゃそうですね。ないし信じてないけど、やっぱり怖いよね。嫌ですよ。そういう話聞きたくないんだよ。花澤君はちなみに心霊体験とか。一切ないです。ちなみに僕も一切ないんです。なんだ今ありそうな口。いや僕は実はその心霊体験を、こんなことあんまり言ったらあかんかもしれないですけど、体験してみたいっていう思いはあって、そのなんかやっぱみんなが感じてるものなんで、そのなんか自分もそれをこう巡り合わせたいなって思ったりするんですよ。会社出張とか行って、で帰ってきてすごい遅い時間とかになってて、もう歩いて家まで帰るとかあるんですけど、そういう時とかもうわざとお墓の前通ったりとか真っ暗の神社の中わざと通っていったりとかして、こうなんかに巡り合えへんかなっていうのをこう思うんですけど、何も起きない。俺も絶対嫌だ。一番嫌なのがさ、ビジネスホテルとかさ泊まった時になんかでかい鏡あるじゃん、ベッドが見えるところに。あれすげえ嫌だよね。変なもの見るじゃんと思って、ビジネスホテル泊まった時も電気消さないんだよ。っていうか俺もプライベートでも部屋で電気消せなくて怖いから。とはいえベッドの真上にの電気ついてると眠れないから、ちょっと離れたところの電気をつけるように必ずしてて、でだからビジネスホテルもバイオハザードと一緒での演出と一緒でさ、この部屋の四角の奥が怖いから、お風呂場と廊下の電気つけてベッドのあるところは消すんだけど、俺昨日ちょうど東京出張から帰ってきたんだけど、もうその時泊まったホテルがもう電気がもう制御がボタン1個でさ全消えになるのよ。あれマジでやめてほしいんだけど。心霊体験チャンスはあったんですよ。昔家で寝てる時に金縛りにあって、なんか金縛りに遭うっていうのは結構みんなあるかなと思うんですよ。その時はほんまたまたまもう耳元で女の人の声でみたいなで寝てるんですけど、ついに来た自分にもそのなんかよく聞いてたんで、その目開けたらお腹の上に女の人が乗ってたとか赤ちゃんが乗ってたとか、これついに見れるチャンスやと思って、目開けと思ってパッて目開けても誰もいなくて、めちゃくちゃがっかりした。ただの金縛りの話やんそれは。そう、これただのチャンスっていうか、はい、ただの金縛りの話なんですけど、一応心霊チャンスやったっていう。はい、僕似たようなことありましたね。なんか寝てる時に背中を誰かがタタタタタって通っていった感触があって、でそれで飛び起きたんですけど、でもあれを僕心霊とはあんまり思えないんですよ。なんか夢の延長線とかの可能性もあるし、なんかあんまり心霊とか信じてないんですけど、でも神谷さんみたいに僕ビジネスホテル泊まったら絶対玄関に電気をつけて寝るようにして、怖い。そう。神谷さんだからなんか映画とかでもう絶対見ないって言ってありましたね。もうホラー映画も絶対見ないし、付き合ってた彼女がなんか俺の部屋でなんかそのビデオ見たいとかって言って、昔ほらTSUTAYAで借りてきたりとかっていう時代で、ほんでいいよって言って借りてきたのがもうホラー映画だったんですよ。女優霊っていう映画でめちゃくちゃ怖いからね、ちょっと探してみんな見てほしいんですけど、もうとんでもない内容なんですよ。リングの監督。でちなみにその次の週も映画見ようって言って借りてきたのがリングだったんですよ。じゃあ話してよ。これはホラーではなくてめっちゃ短いんですけど、UFO を見たっていう。めっちゃ熱いっすよ。めっちゃ熱い。